春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、現在どのステージでプレイしているのかがわかるように、現在のステージ名を表示してみようと思います。ステージ名を表示してみた、ミニゲーム、その8。早速、作ってみましょう。1、ステージネーム用ウィジェットの作成。ステージネームを表示するウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB ステージネームにします。ファイルを開きます。一旦、テキストを配置します。名前を T ステージネームにします。イズバリアブルを有効にします。フィルスクリーンをデザイアードにします。コンテンツ、テキストをステージ1にします。アピランス、フォント、サイズを50にします。グラフに移動します。カスタムイベント EV ステージネームを作成します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数ステージネーム、ストリング型を追加します。T ステージネームを配置します。T ステージネームより、セットテキスト、テキストノードを配置します。カスタムイベント EV ステージネームにつなぎます。インテキストをステージネームにつなぎます。コンパイルして保存します。2、メインウィジェットの作成。常に表示するウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB メインにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。パレットで WB ステージネームを検索します。WB ステージネームをキャンバスパネル配下に配置します。アンカーは左上のままにします。1X を 90.0 にします。1Y を 70.0 にします。サイズ2コンテントを有効にします。コンパイルして保存します。3、メインウィジェットの表示。プレイヤーコントローラーでウィジェットを表示します。BTTPS プレイヤーコントローラーを開きます。クリエイトウィジェットノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。クラスに WB メインをセットします。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前をメインにします。変数メイン、セットノードより、Add to View ポートノードを配置します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。一応表示はできてますね。4、次のレベル名の取得。次のレベルは BT レベルリダイレクトでロードしているので、BT レベルリダイレクトを開きます。WB ステージネームのリファレンスを取得する関数を作成します。関数を追加します。名前を WB ステージネームレフにします。Get プレイヤーコントローラーノードを配置します。Get プレイヤーコントローラーノードより、Cast2BTTPS プレイヤーコントローラーノードを配置します。Cast2BTTPS プレイヤーコントローラーノードを右クリックして、純粋キャストにします。Cast2BTTPS プレイヤーコントローラーノードより、変数メイン、Get ノードを配置します。変数メイン、Get ノードより、変数 WB ステージネーム、Get ノードを配置します。エントリノードを選択します。アウトプットに変数を追加します。変数 WB ステージネーム、WB ステージネームオブジェクト参照型にします。変数 WB ステージネーム、Get ノード、リターンノードの WB ステージネームにつなぎます。イベントグラフに移動します。カスタムイベント EV ステージネームを作成します。関数 WB ステージネームレフを配置します。カスタムイベント EV ステージネームにつなぎます。WB ステージネームより、カスタムイベント EV ステージネームを呼び出します。レベル名を管理する変数を作成します。変数ステージネーム I、ストリング型を作成します。配列にします。一旦コンパイルします。10個のレベルがあるので、エレメントを1つ多い11個追加します。表示するステージの名前を記入します。変数ステージネームあり、Get ノードを配置します。変数ステージネームあり、Get ノードより、Get、Copy ノードを配置します。変数 Next レベルナンバー、Get ノードを配置します。変数 Next レベルナンバーは0から始まっているので、わかりやすいように1を追加します。変数 Next レベルナンバー、Get ノードより、
アドノードを配置します。下のピンを1にします。ゲット、アコピーノードにつなぎます。ゲット、アコピーノードをステージネームにつなぎます。ローディングレベルズで次のレベルをロードしたタイミングで、レベル名を取得します。カスタムイベント EV ステージネームを呼び出します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんとステージ名が表示できてますね。設定ファイル。ステージ名を表示することは、ゲームの種類によってメリットは異なりますが、基本的にはプレイヤーの体験をより快適で、楽しいものにする役割があります。現在プレイしているステージ名を表示するメリットは、プレイヤーの認識向上。どのステージをプレイしているのか一目でわかり、迷うことなく進行できます。達成感の強化。ステージ名がわかることでこのステージをクリアしたという達成感が明確になります。攻略情報の共有が容易に、他のプレイヤーと攻略情報を交換する際に、〇〇ステージのボスが難しいと具体的な会話ができます。ストーリーやゲームの世界観の強化。ステージ名が物語と関連していると、プレイヤーはより深く世界観に没入できます。チェックポイントやセーブの管理がしやすい。どこまで進んだかがわかりやすくなり、再開時の混乱を防げます。バグや不具合報告がスムーズに、開発者やコミュニティにバグを報告する際に、〇〇ステージで発生と具体的に伝えられます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。